どうもこんばんは、ゆうちです。うちの動画を参考にスケベな子を作ったよっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。こちらはカフェラテーンさんの制作のタイマニン RPG で出てくる大道寺波風の改造。素晴らしいですね。YouTube でこのまま見せたらケツのアングルで絶対に怒られそうな感じの素晴らしい出来だ。気になった皆さんは X でチェックしましょう。こんな感じで X でコメントいただいたプラモデルに関しては動画で紹介いたしますので、よかったらコメントくれよな。それと前々から話していたプレゼント企画、こちらは動画の最後にお話ししますので、動画を最後まで見てくれると嬉しいぜ。さて、このチャンネルではガンプラや美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネルです。今日作るプラモデルは女神デバイスアスラキュービ祭りです。正直前回作ったタンクはジオラマを残して本体はだいたい出来上がっていたため、改造はこれが今年が初めてってわけだ。手の感覚を取り戻すために全力で欲望をぶちまけて祭りをめちゃまずは素組み。これが祭りか。腰回りの布が申し訳ない程度についている。しかもどうやってついてるのかはわからない。シールか。最高じゃんかよ。ペロンって剥がしたい。第一声がエッチな方向のことを言ってしまいましたが、作っていてわかる技術の進歩。こちらの足はスサのレガリアの足になりますが、このように太もも、すねに縦線に合わせ目があるんですよ。しかし祭りを見てみてくださいよ。合わせ目ができないようになっているんですよね。素組みでもスケベができるように技術の進歩を感じますね。武器は死者蘇生、探検、センスくらいなの。稼働を邪魔するものはなく、とてもよく動きます。お腹周りの布地はお胸の裏面にボールジョイントで止まっています。ボールジョイントなので少し不安がありましたが、ポロリなどは少なく、お好みのお誘いポーズを楽しめます。さらに腕のこのヒラヒラ、腕はこのヒラヒラとは別にもう一つ腕がついてきます。これはいいですね。これなら何の気兼ねもなくこのヒラヒラの腕を改造できます。表情は2つ、1個はのっぺらぼうなので、使う時は付属のデカールを貼り付けましょう。靴はなんと2種類あるので、ハイヒールとシューズお好みで選びましょう。いや、素晴らしい出来ですね。スサノオの前掛けもとても好きなんですが、マガツキ以来の謎の力でひっついてる布地の魅力も再確認できるいいキットだ。さて、ざっくりレビューは以上。今日は鏡のみかんこニニ風に改造していこうと思う。それでは改造いくぜ。まずは合わせ目消しから。腰や胸周りの合わせ目にはガイやセメントを流し込み合わせ目を消します。ミスターセメント SP じゃないのかって？だって最近売ってねえんだ。さらにこの腰周りのジョイントは接着しパテを盛り造形を整えます。下手につなぎ目があるとちょっとエッチに仕上がらないですからね。滑らかに美しく仕上げます。尻の肉に関してはデザインナイフでカンナ掛け、ある程度谷間を作ってからスポンジやすりで整えます。ちなみに胸はこのままだと加工しづらいので、3分割されているパーツを接着してケツと一緒にパテでパーツを整えます。あとはひたすら表面が滑らかになるように、そして自分好みになるようにヤスリがけをします。できた腰がこんな感じ。腰の関節とケツ肉の増量によって一気にスケベになるってわけだ。今一気に合わせ目から造形に飛んでしまいましたが、このキットの背中は結構合わせ目が消しづらく、接着剤だけだと合わせ目が消しづらいです。合わせ目の消しづらい部分はパテを持って整えます。あと肩関節や尻尾の関節、ここら辺はそのまま合わせ目を消すと塗装後に動かすと塗装が剥げてしまうので、少しパーツを削りパーツとの間に余裕を持たせます。こうすることで塗装後安心して動かすことができます。さあ、ここから今回ニニ風に仕上げるためにスケスケな衣装を作っていく。そこでまず用意するのはこちら、透明なプラ板。これをバスタオルのように腰にぐるっと回して手で押さえながらヒートガンで炙るとくびれに沿ってキュッと締まるので、炙りすぎて焦がさないように注意しつつ腰の形にプラ板を整えます。形が整ったらハサミで大雑把に服の形にカット。ただし透明なプラ板は割れやすいので細かく数回に分けて服をカットします。大まかに切ったら大きめのヤスリで形を微調整します。ちなみにこれは背中の服の造形になりますが、いくらスケスケって言ってもやっぱ肌もっと出したいじゃん。なのでできるだけ肌を出すようにちょっと布面積を狭くしてる。形が整ったらスポンジヤスリで全体を整えます。整えた服がこんな感じ。割といい感じに仕上がってきたと思うんですが、このままだと少し造形的に寂しいですよね。
そこでこのプラバンカッターで透明なプラバンを細く切り服に貼り付けます。これをやると服の縦に伸びている繊維っぽくなります。最後に再び全体にヤスリがけ、表面が少しくすんでないって思いますが、クリアのトップコートを塗ればテカテカになるので大丈夫。最後にジョイント、腰回りの服の根元には 1mm のプラ棒を差し込み、胴体に接続できるようにします。腰回りにはパーツが覆いかぶさるので、根元にジョイントを設けても隠れます。ただし胸元に作った服パーツは首元のジョイントに合わせて留めても先端が跳ねてこのように一体感がなくなってしまうんですよね。そこで胸元のパーツにはパテを盛り1時間ほど置いて硬化してきたかなってところでクリアパーツを一度はめ型を取ります。型を取ったら再び取り外し乾燥させヤスリでパテを持ったところを整えば完成。これで綺麗にはまるってわけだ。作った透明な服パーツがこんな感じ。いい感じでしょ。腰の横パーツは元の祭りのパーツが隠してくれるので無理せず一体造形にはしていません。続いては太もも。ここにはプラバンを細長く切って紐を増設したのだが下手くそなのでいまいち。結局パテを持って肉の食い込みを表現。この上から腕のこの丸いやつ使わないので棒やすりでサイズを調整して太ももに貼り付けます。その上から綾付きで使わなかったリボンパーツを増設。リボンの紐の部分はプラバンを大きくカットし大きめのリボンを製作し貼り付けます。腕の袖の部分には特にモールドが彫られてなく無地の状態。これだと寂しいのでプラバンを細かく切り貼り付けていきます。これで服の斑点の模様を表現します。貼り付けたらスポンジやすりで表面を整えます。こんな感じでディティールアップしてボリュームをアップさせているのだが、この女神デバイスの祭り圧倒的にパーツ数が少ない。そこでスサノオなどで使わなかったこのパーツ、これを首元に移植。髪の毛で余っている関節パーツを増設しちょっとしたフードっぽく取り付けます。こんな感じでパーツを増設してボリュームをアップさせます。太ももにはアスラ9兵のパーツを流用し既存の剣をマウントできるようにします。ただこのサイズだと剣はマウントできないので電動リューターとデザインナイフで幅を少し広くしています。足首は生足もいいのですが、結構前にスサノオはミキシングして丸々足パーツは残っているスサノオのすねから下のパーツを移植。生足に布をかぶせることによりかっこいいと可愛いを両立するってわけだ。つなぎ目の部分はしっかりパテを盛り、すねの部分はフラットにエッジに仕上げます。ただし移植したせいで足首の位置が微妙なので一度パテで足首の穴を埋めます。乾燥させたら再度いい場所に穴を開け足首の位置を調整。ほんの少しずつですがこれでだいぶボリュームは上がったはず。最後に楽しい腰の造形。ニニの設定画を見るとヒラヒラした可愛い感じのなんかこう股回りですが、正直言って俺は紐パンにしたい。まああくまでもニニ風だからね。俺は本能に従って紐パンにする。なのでシャーペンでマーキングしてからデザインナイフで溝を作り溝に反りながらカンナ掛け。ガタガタでもいいので大雑把な太めな溝を作っていきます。その上から紐パン用のパテを持っていきます。最初にやったデザインナイフの溝作りによってパテを持った時パテが剥がれづらくなります。パテは最初は大雑把に盛り乾燥してからヤスリ掛けをしながら紐パンの紐の太さを調整します。一番重要な工程だと言っても過言ではない。慎重にいい感じの太さに調整し一度全体を組み上げたのがこんな感じ。だいぶボリュームもアップしていい感じになったとは思う。ただやっぱり物足りないよな。なんといっても武器が貧弱なんだよ。なので追加武装を作ろう。そこで再び登場の透明なプラワン。こいつを細長く切って鉛筆立てに当ててヒートガンで炙って曲げあれならばお菓子の蓋に当てて曲げ。うまくいかないな。これで一体どうやって戦えばいいって言うんだ。熱が逃げなくて丸っこいやつでちょい小さめのやつが欲しいんだけど、そういうのがこういざって時にないよな。何かないだろうか。これだ。飲んだ空き缶にプラバンを貼り付けヒートガンで曲げていきます。空き缶だと熱がしっかり伝わってしっかり均一に曲がります。ただ素手でやるととても熱かったので皆さんは手袋をつけてやりましょう。作った武器パーツは適当な武器の持ち手に関節を仕込んでそこに接着していきます。なんかニニが持っている体操の紐っぽいなんかそれっぽいでしょ。そしてもう一つ 3D プリンターで印刷した武器。
こちらは1個前の案件の動画で塗装いたしますので、よかったらチェックしてみてほしいぜ。そして今回はガーリリーさんからいただいたこの案件のエアブラシ、スワローテイルレックスで全塗装していきます。あとは一度細かい塵やゴミを洗い流し、持ち手棒に持たせよく乾燥させたら塗装いくぜ。まずはいつも通りガイアマルチプライマーで塗装の食いつきを良くします。その上からサーフェイサーパステルピンクで肌パーツをピンク色にします。肌色にはフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 をハーフに混ぜ肌色に塗装します。さらに肌パーツは筋肉に合わせて少し影をつけます。軽く影をつけるだけで一気にエッチになる。この肌色を塗っていい感じの肌パーツになったやつらはマスキングテープを貼り、一度サーフェイサーグレーを塗って灰色に統一して、そこからまず武器やリボンをホワイトとコバルトブルーで作った塗料で水色にしてから、蛍光ブルーで根元を中心にグラデーション塗装、さらに純色シアンでグラデーション塗装、最後にサファイアブルーを塗れば綺麗なグラデーション塗装の完成。これを武器だけではなく服の裏地やリボンなどにもやっていきます。ここからはメインの服パーツ、ホワイトにコバルトブルーを少し入れ、メインの服を白く塗ります。一部の布パーツはコバルトブルーとローズディープレッドを混ぜ青色に塗ります。金属パーツは下地をピンクにしてから塗るとゴールドの発色がとても良くなるので、一度全体をピンクにしてからパールゴールドを使い金色に染め上げます。髪の毛はホワイトとコバルトブルーとアサギ色を使い緑っぽい水色を作ります。その上からまずハイライトを入れ、さらにクリアのトップコートでコーティング。よく乾燥させたら陰影を大雑把につけ、塗りすぎてしまった陰影をこちらメラミンスポンジを使い影をこすり取り、陰影とハイライトの境目をはっきりさせます。ただこすりすぎると下地とハイライトもこすってしまうので、こすりすぎには注意が必要だぜ。こすり取った髪の毛がこんな感じ、いい感じでしょ。ここに仕上げとして髪の毛の裏地や毛先にコバルトブルーをふわっと塗れば完成。これで大体のエアブラシの塗装は終了。丁寧にマスキングテープを剥がしたらここからは部分塗装。まずは墨入れ。肌パーツの墨入れにはミスター墨入れブラウンを使い茶色に墨入れ、白の服パーツにはグレイを使って墨入れをします。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液と綿棒を使い拭き取ります。エアブラシでは塗りづらかった部分にはガーレリさんのメタリックマーカー、アルミとゴールドを使い部分塗装をします。こちらのマーカーは水性塗料なので水で拭き取ることができます。塗った塗料を綿棒でこするとこんな感じ。これを全体にやっていきます。前回紹介したマーカーは10本セットでしたが、今回はなんとマーカーが単色で2セットずつ販売開始しました。気になった方は概要欄の Amazon リンクをポチってくれると俺のお小遣いにもなるから嬉しいぜ。口元はエナメル塗料のレッドとホワイトを混ぜ大雑把に塗ります。塗った後綿棒で口の周りを整えると綺麗に仕上がります。目は付属している目を使用。ただし正面の目だけはこっちを向いてないのよ。これはポーズを取るとき結構苦労するので、正面の目だけは忍者のデカールを使用。服などのパーツには玉物前のデカールが余っているので程よく貼ります。フェイスデカールが貼れたらチーク。100均などで売っているチークを買ってきてブラシでチークを描きます。塗りすぎてしまった場合はティッシュでこすり取るといいでしょう。あとはトップコート。作ったクリアのパーツはクリアで塗装し、その他のパーツはクリアと艶消しをハーフに混ぜ全体に塗装。最後によく乾燥させたパーツをタミヤエポキシ接着剤で接着すれば完成。これが眠れない男の鏡のみかんこニニ風の改造だぜ。
今回の女神デバイス祭りはいかがだったでしょうか。透明なプラ板工作ってあんまりやってこなかったんで、普通のプラ板工作とはまた違った失敗がちょいちょいありましたね。今回の失敗は次回の工作にしっかり活かしていこうと思う。ローアングルとかケツとかはいつも通り怒られそうだからメンバーズシップ限定な。後ほどメンバーズシップ限定で動画を上げます。さて、最後にプレゼント企画のお話。今回は第1回ドスケベ杯。こちらはエントリーしてくれた方から以前作ったソフィア F シャーリングをくじ引きで決めていこうと思います。エントリー方法は簡単。チャンネル登録と X のフォローをお願いします。そして X の方でハッシュタグドスケベファーストステージってつけて皆さんのプラモデルをコメントしてください。エッチなプラモはロボ、獣、美少女、何でも OK。エントリー完了通知としてコメントにいいねをしに行きますので、いいねが来たらエントリー完了。しばらく経ってもいいねがつかなかったら直接 DM してくれると嬉しいぜ。あとこの時期ですからね、引っ越しとかいろいろ多忙な方もいらっしゃると思うので、プラモデルを箱にしまっちゃったよっていう方は己の積みプラを晒すっていうのでもありだぜ。ただ他の人の積みプラを晒したりそういう反則行為はダメだぞ。そういうやつはみんなマインドクラッシュな。写真を撮るという少し面倒くささがありますが、やはりプラモが好きな人に作ったものがいった方が個人的にはとても嬉しいので、まあ多分ないとは思うんだけど、プレゼントであげたソフィアをプレゼントでへへヤフーオークションで売っちゃうっていう人もいるかもしれませんからね。そういった転売対策です。まあ何よりもプレゼント企画という形でみんなのスケベなプラモを見に来たんだよ。そしてただ見るだけではなく、応募していただいた作品はライブ配信でソフィアの抽選と一緒に皆さんと一緒にスケベなプラモを鑑賞していこうと思います。これはいいって独断と偏見でこの私めから3名選ばせていただき、選ばせていただいた人たちには 3D プリンターにより自作パーツをプレゼント。最後に注意点として、今回黒猫ヤマトを使って発送いたしますので、国外に住んでいる方は大変申し訳ございませんが、発送の仕方がよくわからないので申し訳ないのですが日本限定です。あとツイートしていただいた写真は動画で紹介したりしますので、皆さん個人情報等が映らないようにしっかりドスケベな写真を撮りましょうね。エントリー期間は4月30日まで。ライブ配信は5月4日の夜8時から。皆の性癖を見せつけてくれることを楽しみにしているぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。消えちゃったらどうしようなんて到底考えられない。当たり前に浸ってる僕らはこの目で見て感じた痛みだけが全てなんだと笑った何も恐れずに